どうも、最強無敵の復讐者ちゃんよ。早速今日も深き夜、潜っていきましょう。実は前回、46連勝で途切れてからかなり時間が空いてしまったわ。実に2週間。こんなにプレイしなかったのはナイトレイン発売後初めて。他のゲームで最強無敵になったりしてたけど、やっぱりここは落ち着くわね。まるで実家だわ。標的は瓦礫の王。異物はストラゲス&フルゴール用のプリセットで、メインの祈祷強化 HP 上昇型とほぼ同じだけど、常世マリス異物をつけるためにちょっとだけ HP を妥協してるわ。方向での極小ダメージを持続回復でケアするためね。ストラゲスか。ふふ。実は前々から言ってたソロ出撃での練習をついにやってきたのよね。今の私は完全にストラゲスを極めたと言っても過言ではないわ。あ、それで聞いて。ストラゲスソロ出撃した時にめちゃめちゃ嬉しいことがあったのよ。これ、糸の端。出ちゃった。これがあれば中央砦北東の秘密の場所に入れるわ。前々からいつか使ってみたいと思ってたけどついに出た。実は過去に1回だけ出たことはあったのだけど、普通にマルチ出撃だったし報酬の実用性は皆無だから泣く泣くスルーしてたのよね。次もし出たらどんだけルート歪めて味方に迷惑かけても使ってやろうと思ってたけど、ソロで出たなら遠慮は不要。実際の場所がここね。中央砦北の霊脈と女神像の近く、東側の崖下。行くわよ。あいたー。あ、こんな風になってるんだ。結構奥まであるのね。知らない場所。なんだかワクワクするわ。着いた。私の伴侶たるラニ様がいたところを思い起こさせるわね。そしてこれが報酬の犠牲の細枝。いらん。でも一応記念にもらっておくわ。ていうかソロでもちゃんと3つ出るんだ。聞いてはいたけどもうちょっとこう実用的なものくれてもいいのに。いや、今は入れたことを喜びましょう。私の人生の夢の一つが叶ったわ。さあ行きましょう。危険はなし。味方はレディさんとブライカンさん。レディさんは結晶魔法特化型。ブライカンさんはボクサー型ね。全員侵入者バフ持ってるから再域巡りは確定。結晶特化レディさんがいるから魔術師等も回っていきたいわ。特化型がいるときはその特化武器を手に入れることが何よりも優先ね。特化武器があるとナイトでは火力2点時ほどの差が生まれるわ。キャラ単位ではなくパーティー単位でもね。初手どこ行くか考え中。大教会か行動か。味方が大教会刺したからそっち行きましょうか。ここ降りると行動行くのにちょっと手間なのが気がかりだけど。無属性で背の低い大教会は霊廟騎士だから悪くないか。と言っても大教会で外れなんてガーディアンゴーレム編みたいぐらいだけど。一応意思権を回収。重装だとこういう雑魚一網打尽にできるのが嬉しいわ。霜降り時代はできなかったことね。凍傷効かない霊体相手だと。単なる降臨は、一応拾っておこうかな。降臨の代替として使うかもだし。近接攻撃上昇は味方へ。これ、手つきすぎて味方が全員遠距離食の時もピン刺しちゃうことあるわ。次は行動でいいわよね。胆石1出ないかな。出なかった。ならこっちで出るでしょ。今日の運勢は良くないみたいね。石掘り倒すなら手伝いましょう。あ、こいつに物理はダメなんだった。5手。ワンパン。HP 盛りまくってるのに。さすがは変異体といったところね。ちょっと気になったのだけど、さっき石掘り相手にブライカンさんもダメージ全然出てなかったわね。物理はダメでも打撃はよく通るはずなんだけど、疑問に思って調べてみたらブライカンさんの初期物ってあれ打撃じゃなくて標準物理なのね。完全に打撃だと勘違いしてたわ。ブライカンの王の、なんだから考えてみれば打撃なはずないか。でも見た目はどう見ても打撃武器でしょ。さて行動の後は再域予定だけど、FP ないしさすがに一回祝福寄らないとね。レベル上げも兼ねて。再域前に武器強化もしたいけど近くに火事台ないし無理かな。あ、変異体だし一応倒すか。あれあなた重装でひるむんじゃなかったっけ？ありがとう。ちょっと序盤から死にすぎ。そこの位置の拠点に東側から行く場合は、一旦下に降りて霊脈ジャンプで行くのが早い気がする。検証したわけじゃないけど。
聖域遺跡は入り口以外から入ると厄介ね。侵入者がなかなか来てくれなかったりするわ。かといって痺れを切らして内部に突入するとやたらと数が多いざ子供にボコられて死亡。なんてことがあるわね。あの霧はおそらく罪人学者の腐敗壺。多分そこの壁に引っかかってるのかな。お、いた？やっと見つけた。敵は学者と守護者ね。忍者と鉄の目がいないならまだマシな方だけど、感受の番犬に気づかれちゃってるのがちょっと怖い。よしオッケー。うわ、インプどもが集まってきてるわ。洗剤取ってさっさとずらかりましょう。こっちは肌だ。よしオッケー撤退。幸い学者の方の洗剤で HP 最大時カットアップ出たからね。それだけで大当たりよ。そういや最近知ったんだけど罪人倒して出る武器の付帯効果って、キャラごとにある程度決まってるらしいわね。あ、ナイストーテムぐらい換算。例えば守護者だとガード系、忍者だと魔術系の付帯がほとんどみたいだわ。ということはつまり自分と同じキャラが出てくると当たりってこと？復讐者が罪人にならないことがデメリットだったなんて。まあ私は他の皆とは違う。特別な存在ってことよね。選ばれし者ゆえの苦悩ってやつかしら。仕方ないか。あ、今の付帯の話は潜在1枠目の罪人が使ってた武器だけの話ね。一番重要な HP 最大時カットアップは、鉄の目、レディー、忍者、学者、葬儀屋からしか出ないみたい。それでもキャラごとの付帯候補はせいぜい6、8個だから普通の洗剤に比べれば多分かなり出やすいはず。忍者と鉄の目は大外れだと思ってたけど報酬考えると悪くないわね。ちな全部神ウィキ情報、詳細もそっち見てもらってどうぞ。さて次は王族の勇気編みたいね。レベル6なら、ギリいけるかな？回復最初に入れる際はしっかり相手の動きを見て安全なタイミングで唱えましょう。削りきれなかったか。やっぱりレディーさんがまだ特化ぶってにしてないからパーティーの火力がいまいち。抵抗もないし残りはなんとか殴りで。勇気がその場で立ち上がった時は爆発あるから避難。地面潜ってワープ後に立ち上がる時は爆発なしで殴り放題だからしっかり見極めないとね。なんとか撃破。祈祷強化 7% いいね。味方が魔術祈祷強化の縮小の義足。さらに祈祷ため強化のヘビンチの盾。我姫ぞ。横のフィールドボスは溶岩土流編みたいか。さすがにスルーかな。おっと？やる気？ちょっと厳しいんじゃ？せめてレディーさんが決勝魔法手にしてから。ちょっと迷ったけどさすがに絶対いけん。通ったけど一人瀕死。戻るしかないか。あ、なんとかなってたわ。戻り分。まあ先行しすぎてもあれだし悪くない悪くない。お、これは砦タイプの梶村。つまりバリスタ意味5拠点ね。先にバリスタ兵さえ処理してしまえば何も問題はないわ。階段から来た場合は目の前の家を登りましょう。屋根伝いに行けば攻撃範囲に入らずにバリスタ兵のところまで行けるわ。おら。指名。冷静に考えたら登ってからでも普通に重装の方がいいよね。あれドロップ武器も落ちちゃった。このルートだと意味5の後ろを取れるのもいいところ。フレデリックをおとりにして重装でまとめて引き裂きましょう。あ、アーツ前にフレちゃん死んじゃった。属性攻撃上昇で。あ、また味方がいいの落としてくれてるわ。3なる降臨バイバイで。私も若い頃は無限3なる降臨でブイブイ言わせたものなんだけど、今はちょっと FP がきついわね。どうしても降臨と比べちゃうし余計ね。鉄宝箱から探石発見。あ、ていうかそもそも重装強化するの忘れてたわ。さっさとそこで強化しましょう。よし強化完了。でももう1日目終盤。ずいぶん遅くなってしまったわ。ていうかさっきの探石に、一応拾っておけばよかった。遅れてごめん。あれ HP 全然削れてない？これいける？とりあえずちょっとやってみるけど。あ、これはダメね。撤退しましょう。とりあえずここの祝福で。あ、ていうかわざわざそこ行かなくてもいいじゃん。ここのボス倒せば祝福出るわ。人をため強化。それに HP 最大時カットアップ。
私は武器埋まっちゃったからそっちは譲るわ。弱い。近接でも遠距離食でも苦戦することのない優しさの塊ね。一応多分いらないと思ってても意思権は回収。こんなん回収するよりそこのトガビと集団倒す方が良かったまである。コウモリ倒したらなんか出た。けど今回はいいか。HP 低下時カット率上昇もついてるしブライカンさん向けかな。さて夜ですよ、と。バジリスクってボスなんだっけ？シノキシ。そうだ、シノキシ用の近接武器のこと完全に忘れてた。うわ、正武器ない。レアの試験か、ユニークの義足。いや待てよ。確かシノキシは一つもそこそこ通るわよね。義足も多分一つだし悪くないかも。よかったわまだまともな武器があって。いつもシノキシ用の近接武器がどうって話してるけど、別にメインレポンとして使うわけじゃないからね。味方が2人起きてアースもない時のためだけ。自分1人だとシノキシが3体いても基本的に1人しか殴ってこないけど、重装だとちょっと隙大きすぎるからね。そういう下振れケアのためだから実際には使わないことの方が多いわ。でもいつか役立つはず、絶対。私の考えが正しいことを証明するんだから。今回は完全に忘れてたんだけどね。あ、ブライカンさんが掴まれた。あれ、この攻撃ってこっちだとやっぱり回復量控えめなのね。以前食らった時はこっちの火力がすごかったから、どれくらい回復してたのかわからなかったのよ。あれ以降一回も食らったことなかったから今初めて知ったわ。あ、前座で重装使わないのは単純に FP 節約のためだけね。この2頭のシノキシはどっちかというと近接の方が楽ね。あらレビーさん、決勝魔法打ち王も持ってたのね。でも決勝の解放は好きでかすぎてなかなか打てるポイント少ないか。3日目考えてもやっぱ砕け散る決勝が欲しいわね。さあ本番。まずはセバスチャン召喚。レディさんのフィナーレね。これならより安全に削れるわ。見えてないくせにこっち来るな。怖すぎるって。思ったほど削れなかった。あ、フィナーレ聞こえ？うぼぼ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 。ダフン。今ちゃんとローリングしたはずなのに。一番大事な時に死んじゃった。たはは。ごめんなさい。もし起こしてくれたら、次は失敗しないから、お願いします。レディさんありがとう。あ。命をとしての救助。救われたこの命、決して無駄にはしないわ。とにもかくにも一旦距離取りましょう。フレデリック頼む。よし食べとってくれた。今のうちに削る。3人生きてるならファミリー出しとくだから出しとくのがいい。あ。はわわわわ。とても、やばいです。危ない、よへ。なんか奇跡的に生き残った。とりあえず距離、まず距離。回復。もう一本は瀕死時 HP 低下が切れてから飲む。よしとりあえず1対1を作れた。でも来てるのは斧2頭か。こいつの飛び込み技は最後の雷の持続が長いから攻撃チャンスにはしにくい。なんとか長い斧に変わってくれないかな。近接ならバックスタ取れるけど、ずっと続けるのはしんどい。多分いつかミスって死ぬ。それか残り2体の横槍で死ぬ。うまいことアクティブが長い斧に変わるように、かつ同時にアクティブにならないように位置取りしないと。瀕死時 HP 低下切れてたわね。ここはラスト1本飲むわ。ちょっともったいないけど。これが攻撃できないのほんともどかしい。味方はちゃんと集まってくれてるわね。こいつら相手にしたい殴りでゲージ稼ぎする余裕があるかわかんないけど。というか近づかなければいいんだからあれかわして重装ってのはどう？ありかも。今までバックスタに囚われてたけど、この攻撃はチャンス。よし来た長い斧。これでやりこなければ。よしよしなんか斧振ってるわ。はいバックスター。スタブ中は油断せず残り2体の位置確認。これができるから長い斧は楽なのよ。それも、
長い斧の飛び込み斬りもジャンプ叩きつけも、斧2頭の方と違って持続が非常に短いわ。ローリングでかわせば確実にバックスタが入る。ダメージは全然だけどやっぱりこっちの方が圧倒的に楽。削り切るんじゃなくてこのままアーツゲージ貯めれば立て直せるわね。待てよ。アーツゲージ貯めれば立て直しできるんだったら、別にセーブ機なんて持ってこなくてよくね？そう、だから今回別にセーブ機を用意しなかったのよ。となると大事なのはアーツゲージ蓄積力か。致命の一撃もやっぱり武器によって蓄積違うわよね。でかい武器の方がたくさん貯められるよね。ウィキにも致命の蓄積に関しては載ってなかったけど多分そうでしょ。これからは正武器よりデカ武器か。というかここまで安定してるなら別に武器なんでもいいような気もしてきたけど。いやいつ横槍入って崩れるかわからないしそれはおごりかな。ともかくこれが私の極限死の騎士対処法ね。以前は近接でバックスタ頑張ってたんだけど、やっぱり集中力が必要だから途中でミスって被弾しちゃうのよね。特に長い斧の方は初撃で少しディレイかけてきたりするからしっかり見てないとタイミング間違いがちね。カメラも荒ぶるから残り2体への警戒も甘くなるし、やっぱこの断撃戦法安定だわ。アーツ溜まったー。あとは味方のところに向かうだけ。でも敵からは目を離さず、さっきまでと同じように行動。焦って急に違うことし始めるのは負けフラグ。それが長く夜を渡ってきた私が得た教訓よ。これならセバスチャンも出しときましょ。これでひとまず安心。あとはセバスチャンをおとりに削り切りましょう。セバスチャンやられたけど一体は処理完了。ほえ。ダベコ。お前。明らかに一番遠くにいる私狙ってくるんじゃないわよ。これだから死の騎士は油断ならないのよね。もったいないけど成功使って回復するわ。レディさんのあのゲージ削り。おそらく私の呪詛ね。私が捨てたのを拾ってくれてるとなぜかちょっと嬉しい。鳥は一体とどめ。よしこれでもう安心ね。結局斧2頭のやつが最後に残ったのね。あだ。ミスったこれダメなんだった。この飛び込み回転攻撃の持続の長さ。みんなに見せたかったからわざと食らったのよ。当然わかってるわよね。わーい。1日目にして3日目終わりの雰囲気なんだけど。まだ戦いは始まったばっかりよ。こんなところで浮かれてちゃダメ。とりあえず霊陽で南の海域ね了解。血の故障か。ここはなんかいつも苦戦してる気がするわ。雑魚の多さと失血沼が厄介すぎて。個人的に発狂故障とのトップ2ね。自分がホストの時は上で待機して外に出現させるってのが有効みたいよ。コメントで5はこいつらの側転攻撃早すぎるんだけど、どうしても白い方と同じ感覚で相手してしまうわ。罪人出現前から満身創痍。出血も溜まってるしやっぱ厄介だわ。この大部屋があるパターンってここまで来ないと罪人出現しないよね。上に出現させたい場合、結構はここまで来た後引き返す。ってのでいいのかしら。まあまあのタイムロスよね。特に困るのが、自分ホストの時に上で待つんだけど味方2人とも内部に侵入しちゃうことが結構多いこと。そうなると上で1人で罪人ほにゃ。全滅。ぐぬぬ貴様らごときに。仕方ないから切り替えていきましょう。全滅したのが夜じゃなくてよかったと考えるのよ。話戻すけど、さっき言ってたのは、自分ホストの時に上で待つんだけど味方2人とも内部に侵入しちゃうことが結構多くて、上に出た罪人を1人で相手する時間が結構無駄だなって感じたわ。1人だと死ぬわけにもいかないからなかなか攻撃しづらくて全然削れないのよね。周りに雑魚がいることも多いし、何かもっといいやり方ないのかな。でも作中、ホストが上にさえいれば絶対罪人も上に出るってことでいいのかな。それだったら中央奥の屋根の上とか高いところに居座っておいて、上から安全に狙撃するってのはいいかも。罪人も沼に足を取られて動き遅くなるしね。いやでもそこ行くまでに周りの雑魚に気づかれるのが厄介か。だったらもっと手前で待ってた方がいい。どっちにしろ遠距離攻撃持ちの罪人が出ちゃったら一人で戦うのはほぼ不可能だけどね。下が沼じゃないパターンもあるし。
考えるほど厄介でしょっぱい拠点だわ。聖域じゃないにしても時間かかるし、まさに塩コショウって感じね。まさに塩コショウって感じね。ふう、ようやく終わった。途中で聖杯なくなって回復使わされたせいで FP もカラカラ。これだけ頑張ったのに洗剤はゴミ。もうなく。さすがに FP ないし撤退ね。味方も離脱したみたいだし。とりあえずすぐ横の魔術師と砕け散る結晶は出なかったわごめん。あら？腐敗結晶杖捨てた？ってことは出たのかな？味方は南の教会行くみたい。私は聖杯そんないらないから湖のボスでも相手しておきましょうか。接ぎ木の貴公子か。まあ一人でも削るくらいはなんとか。あんま削れてないけど味方が来てくれたわ。これで安心。あ、それは放たれる結晶ね。砕け散る結晶ではなかったか。まあ結晶の解放よりは使いやすいでしょ。ほぼ使ったことないから知らないけど。また余談だけど結晶関係の魔術って名前ややこしいわよね。砕け散る結晶、放たれる結晶、結晶の解放が結晶人の魔術。結晶連弾、結晶三段は結晶人魔術。最近ようやく覚えたわ。とにかく漢字4文字の方が違う方ってことね。魔術使ってた時期はあるけどこういう杖固定じゃないやつに関しては全然知らない。素人同然だわ。でも結晶三段は至近距離仕様だとかなり強いらしいわね。2日目後半にしてようやく中央取りできたわ。この場合城壁から行くか地下行くかは微妙なところ。変異体鈴玉狩りとかの場合もあるから私はやっぱり上から攻める派だけど、まあ味方についていきましょう。黒き刃ならこっちで正解ね。相変わらず渋いラインナップだこと。こっちもいまいち。降臨出た時用に聖なるサソリでいっか。祈祷強化 7%。こういうのでいいのよこういうので。地形。消去法でルーン増加ね。空列強化。これはストラゲス相手に十分あり。威力も高いけどなんたってその異常な射程距離。多分一番じゃない？魔術祈祷の中で。本編ウィキ情報だと呪霊予備の鈴よりリーチあるみたいね。出ると嬉しい祈祷の一つだわ。今回は強化できないから拾わなかったけど。くそー、なんで胆石に拾わなかったのよ。どうせ重装か降臨だからいらないかって考えたんだろうけど、こういうこともあるからちゃんと拾っておかないとね。味方が後で欲しくなる時もあるだろうし。放たれる結晶の削り。すごい勢いで削れていくわ。さすが結晶特化レディさん。魔力弱耐性なんてないも同然ね。収縮はそこか。行くとしたら西の腐敗故障？いやそれなら砦の洗剤持ちでいっか。お、最後にいいの出た。時間的にこれで終了かな。前座は影人。つまり夜ボスはアルトリウスね。実は最近まで1日目が死の騎士なら2日目はアルトリウス確定だと思ってたんだけど、別にそんなことないみたいね。この前1日目死の騎士で普通に2日目心中獅子舞出てきてびっくりしちゃったわ。なんで勘違いしてたんだろ。安寧者の方がそういう感じだからだろうけど。というかよく考えたら瓦礫の右発出撃の時点で、死の騎士からの心中獅子舞戦ってたのよね。知力ビータル私らしくないミスだわ。来たわねアルトリウス。相変わらず派手な登場だこと。今気づいたんだけど影人へのダメージとんでもない数字出てるのね。オーバーキルにも程がある。というか私たちにはなんでダメージないの？いやあったら困るけど。こいつ相手に放たれる結晶はなかなか当てづらいでしょうね。火力でゴリ押しするのは厳しいかも。さて第2段階の深淵まとい。アーツでは阻止不可能。夜ボスとしては珍しい。さすがの DLC 勢ね。DLC って言ったらそもそもダークソウルでも DLC 勢だったわねこいつ。強いのにも納得だわ。ダークソウル2の DLC 勢も出てくれていいのよ。代わりにフレイディア消してもらっていいから。地味に今2人死んでたけどすぐ救助できたからよかった。
し切りは出走避けが楽ね。ロリでもいいけど。ずっと同じ方向よりも左右交互にするとかなり安定して避けられるわ。この交互避けも例のストラゲスソロ出撃でひたすらモグラ叩きされ続けた末に編み出したんだから。真似していいよん。さてお球場。ファミリーフレデリックしか残ってないのはとりあえずアーツ使うか。復活はさせたものの、このペースだと長期戦になりかねないわね。その攻撃は激うま。たんまりアーツゲージ稼がせてもらうわ。味方の HP 見るに聖杯は切れてなさそう。まだしばらく大丈夫かな。2回目の深淵まとい。深淵まといによるバフデバフは敵味方全員に付与されるから、そこまで脅威というわけではないわね。そもそも敵の攻撃に当たらない前提ならむしろメリットしかないわ。毎回こちらのよだめを約 1.15 倍に強化してくれるようなものよ。おっと私狙い。方向からの連撃は初撃を回避。あとは後ろに下がってれば最後以外回避も不要。途中で重装一発挟めるかもね。いつも大体後輪で遠距離チクチクしかしないから自信はない。標的がストラゲス確定だから後輪ばっかになるのは仕方ないけどね。あとはやっぱストラゲスだと味方がいわゆるハルハルサイスのことが多いから。アルトリウスも瞬殺されがちね。標的の夜のウーと耐性かぶらせるなんて優しいじゃない。と言ってもアルトリウスっていうほど静寂戦じゃないみたいだけど、打撃、雷、静が微弱戦マイナス 10% 程度みたいね。まあ軽減の方も 10-15% 程度だから正直何使ってもあんま変わらないか。そもそもアルトリウスといえば物性耐性が高くて物理しかつかないってイメージあったけどもはや全然別物ね。レディさんのアーツで再び立て直し完了。激うまつかみ攻撃のおかげで私のアーツも準備できてるわ。負ける要素はないわね。3回目の深淵まとい。なかなか火力も上がってきてるでしょうけどもう残り HP4 分の1。すぐ削りきれるでしょ。こいつの深淵まとい時の追尾弾って速度も持続も全然ないわよね。ナメレスの追尾弾みたいなのじゃなくて本当に良かったわ。未だにあれの確実な回避方法わかんないのよね。おっと2人瀕死。アーツがあってよかった。味方の回復ができてないわね。聖杯尽きたか。こういう時アーツ使用時 HP 半分消費で味方全回復するあの異物効果があればな。あらららら。ちょっとこれは、まずいかも。ファミリーも全員休暇中だし。重装だと隙大きいから一旦義足で。殴ってアーツゲージ貯めるわ。ごめん無理。遠距離攻撃しかしたことないから殴れるタイミングわかんない。回避と後ろ疾走、ピンチの時はそれしかできないのよ。アーツさっき使ったばっかりだしこのままじゃ相当時間かかるわね。ヘレン、おとり。あ、忘れてた。そうだこれがあるんだったわ。ジャスト回避でかなりゲージカリマなんですかった。4回目の深淵まといか。味方が集合できてるから殴りに行った方が良かったわね。やっぱり義足を両手持ちしておきましょう。この攻撃って疾走で距離避けとかできたっけ？忘れたからもうローリング。やば。危ねえ。また切り替えミス。今は連撃の途中に重装挟もうと思って R1 入れちゃったわ。この状況でなんでそんなリスク負ったのかは不明。いいからさっさとつかみしてきなさいって。ひよってロリ早すぎた。あれこのつかみ攻撃って爆発付きだからジャスト回避じゃないとダメみたいな話じゃなかったっけ？別に絶対というわけではないのかな。うろ覚えだけど。てか地味に今危なかった。また重装外しちゃったけど味方2人に当ててちょっとはゲージ稼げたからいいとしましょ。それじゃなくて通過に。この間攻撃挟めないのがもどかしい。もう攻撃は諦めて味方殴りのチャンスを待つわ。だから深淵まといでもか。来た。両手もつにできなかったけどまあいいわ。いつも救助は L1 だから慣れてる。しかもつかみも来た。衝撃は遠い。逃げ決め。はい。よし溜まった。ほにゃ。
ったのに。ビエーン。追尾弾。完全に意識外だったわ。ていうかあんな威力高いのね。バフが乗ってるのもあるだろうけど。今回も完全に私のミス。深淵まとい後にしっかり距離離していたら、最後離れる方向にロリしていれば、追尾弾を意識さえしてれば確実に回避できていた被弾ね。今後はしっかり注意することにするわ。てかせっかくソロ練習したのにストラゲスまでたどり着けなかったじゃない。仕方ない、私の完璧となったストラゲス戦はまたいつかね。期待して待っていてちょうだい。では今回もご視聴感謝。また見てね。